はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月18日の新月から8月2日満月までの流れをタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。戦車の逆、ペンタクルス3、ペンタクルス6の逆、タワーと、ペンタクルスキングとペンタクルス7とペンタクルスナイトの逆ですね。そして気をつけることやオラクルはワンド2、ワンド3逆、オラクルははいカップの3逆ですね。なるほど。ちょっと星の補足説明を先にさせていただきたいんですが、まず7月18日の新月っていうのは乙女座の皆さんにとっては未来に対しての期待の扉が開くみたいな時なので、自分の感情に素直にその感情をキャッチして何かを意図することによってその道ができるよみたいな感じで、それでいくと現状で何かタワーがあるっていうのはすごく重要な気づきが起こるっていう感じがします。例えば人ってなんか夢うつつというか夢見がちにこうなったらいいなみたいな感じで思っていたけど、なんかそれって自分にとって幸せじゃなかったとか、それは本当の願いじゃなかったみたいな気づくことって一見夢が壊れるように見えて実はすごく大事な気づきだったりするじゃないですか。そんな感じで未来に対してこれから未来に対して何が起きていくかっていう自分の期待に対して必要な気づきが今起きますみたいな感じがしました。そしてもう一つ7月23日からね、少し休憩時間というか穏やかに過ごしましょうみたいな時でして、これは変な話なんですけど、現実世界で何かを生産的になるとか生み出すとか成功するとかうまくいくとかそういったことは一切関係なく、違う次元で自分を癒しましょうみたいな感じの時なんですね。幸せの基準なんてその時その時の時代もそうだし自分の感覚によっても違うので、少しこの現実世界のエゴで見てる世界から離れて自分の魂を癒しましょうみたいな時になります。23日以降でちょうどその時に金星の逆行っていうのがあるんですが、金星っていうのはお金とか愛情を意味するっていうふうに言われていて、それが乙女座の皆さんにとってはちょっと見えないところであるので、例えばですけどそういうちょっと自分を癒すためにリゾート地に行ってすごいお金を使ってしまうとか、何かスピリチュアルなことに陶酔してしまってお金をすごい莫大に流してしまうみたいなことがないように気をつけてくださいね。でも全然お金のことはそんな失敗するっていうのは全然出てないんですけれども、今おそらくその知識欲みたいなものがあると思うので、勉強したいとかなんか自分を高めたいみたいなのがあると思うので、それに対して必要な情報ってすごく入ってくるんですね。でなんかアドバイスしてくれる人だったり専門家だったりと関わる機会が多いので、それで全然いいんですけども、貧乏くじを引かないようにっていうことだけ気をつけておいてください。きちんと調べて突発的にそれって決めるんじゃなくって、きちんと調べてやるようにしてください。確認さえしておけばそれは悪いことではないのでね。そうですね。どうですか皆さん、夏の疲れは出てないでしょうか。なんとなくこれまで走れなかったとかちょっと調子出なかったなみたいな人っていうのは、この動画を見た後とか、もしくは日常生活の中で何か大きな気づきがあったら、その後しっかりと自分を取り戻してやっていけるっていう感じです。なんか本当にこうパチンと夢から覚めて、私何してたんだろうみたいな感じで自分を取り戻してしっかりとした意識で現実を作っていく。なので仕事運はとてもいいです。あと人の信頼とか誰かに対しての行動っていうのもすごく地に足ついていていいですね。乙女もうペンタクルスということですごくしっかりとした何か価値あるものに携わってる感じがします。携わってる感じがします。大事なことに。でその大事なことっていうものに気づくことがまず最初っていう感じですね。であとは結果を出すことだけではないので、この時期大事なのはね、何か結果を出すことが大事なのではないっていうのは、例えば何かすごく努力をして合格することが目的ではないみたいな
何かを作ってそれを売ることだけが目的ではないっていう、それを作ってる間の自分の感覚も体験も、人とに協力してもらってる時も、またそれを販売してる時も、全ての瞬間が全ての価値につながってるみたいな、なんか壮大なメッセージがある気がしました。はい、で人間関係は星ではね、別にそんなにその人間関係を強調されてるわけじゃないんですけど、この2週間に関しては結構人との関係強いのかなっていう感じがします。でそこでもどっちが上とか立場がどうとか、そういうのを関係なしにその人の個性と付き合うみたいな形で意識して付き合っていただくと有意義な話し合いができるんじゃないかなと思います。ちょっとこのカップの3見てみますね。はい、ソード8ソード10逆、鳳凰の逆ですね。厳しめのカードが出ましたね。ということはやっぱりさっき言ったみたいに、何かその私たちの現実的な物差しでこれは成功だとかこれはいいんだっていう、なんか意味付けができない出来事があるっていう感じがします。なので人間関係別に豊かだしビジネスもうまくいってるじゃないですか。でもそこで何か感じるものがすごくありそうなわけなんですね。で特に人間関係に関してはやっぱオラフルがカップ3の逆なので、カップ3っていうのはみんなでお祝いしてる、成就をお祝いしてるみたいな感じなんですけど、逆ってことはまだそこまでたどり着く前の段階なので、補佐カードで見てもソードの8にソード10の逆に鳳凰の逆っていうことは、その何もこれから先ずっと関わっていく人たちと関わるわけじゃないよみたいな感じがしたんです。あくまでも期間限定でこの2週間、もしくは4週間のみ限定の関わる人がいて、その人は別にさっき言った上とか下とか人種とか宗教とか、そういうのも全く関係なくその人の個性から学ぶことがあるっていうだけで、その人に合わせるために自分を縛ったり犠牲になったりこの人と長く続かないななんて嘆く必要は全くないんですよっていう感じ。何か今そういう形でもないプロセスの工程でもない結果でもない時間のなんかあれも全然関係ない世界がここにあるっていう感じがして、それは星ではとても理にかなっています。そういうね、このエゴや自我が認識する世界じゃない実世界を体験しましょうという形の時なので、その中での本当の自分っていうものをが見えるような経験っていうものがもしかしたらできるのかもしれないですね。ちょっとなんか何層にもなってるメッセージでちょっと言いづらかったですけど、私の中ではそんな感じで好きなように捉えてください。ということでここまでにしておきます。もし何かしらこのはちゃめちゃなメッセージで分かりましたという方はぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。